こんにちは、小翔です。今回はこちら、ジオンワークスより販売されているキースナップを紹介します。これ見ただけでは何に使うものなのかがわからないと思うので、簡単に説明すると、PCB とプレートの間に挟むことで、トレイマウントのケース。有名なものだと、この豆腐60リラックスみたいな、直接ネジ止めするタイプのケースを、オーリングマウントのような固定を可能にする製品です。ガスケットマウントのような柔らかめの打鍵感になったり、ケースに振動が伝わりにくくなるので、打鍵音も改善されます。ケースにネジ止めする必要がなくなるので、取り外しも簡単になります。価格はジオンの公式サイトで、1セットでシリコンは3ドル、FKM は 4.5 ドルとかなり安価で、気軽に試すことができます。シリコンはコードの 70A と 50A の2種類が用意されています。数字が大きいほどコードが高いです。FKM は 70A のみで、シリコンの 70A と比較すると体感硬く感じます。グレーとイエローは多分色が違うだけなんじゃないかなと思います。公式に対応されていると明言されている PCB は、ベノム60の MX と HE、グレア60、ケースはフロックミニシリーズ、グレア60、セバスです。これら以外のケースや PCB の場合、適合しない可能性もあります。一応ケースと PCB の隙間が上下に 1mm ずつあれば取り付け可能です。きつい場合は柔らかい 50A の使用をお勧めします。いろいろ試しましたが、豆腐60なら多くの PCB が入るんじゃないかなと思います。はい、それでは注意点も合わせて取り付け方法について解説していきます。まずはキースナップの取り付け位置を決めます。こういったケースの突起がある部分に取り付けてしまうとうまく取り付けできないので、ここは避けます。また、真ん中に寄せすぎると端のキーを押した際に反対側が浮かび上がってしまうこともあるので気をつけてください。自分はこんな感じで取り付けています。注意点なんですが、キースナップを取り付ける際にフォーム類のカットが必要です。プレートフォームはキースナップを差し込むところ、ケースフォームもキースナップとケースの接触部のフォームはカットが必要です。厚めのスイッチシートが入っている場合差し込めなくなるので、ここもカットしておきましょう。キースナップを差し込む際は、この突起の部分でスイッチを挟むようにして、プレートと PCB の間に差し込みます。こんな感じで取り付けができたらケースに取り付けます。上側から先に入れて USB ポートの位置を確認しながら左右を調整します。左右の調整が完了したら下側もしっかりとケースに押し込みます。これで取り付けは完了です。50A のキースナップでも取り付けがかなり硬いと感じる場合は、取り外す際に PCB やプレートが破損してしまう可能性があるので、無理に押し込まないようにしてください。はい、それではトレイマウントとキースナップマウントの打鍵音比較をしていきます。使用するのはこちらのキーボードです。違いをわかりやすくするためにケースフォームだけ抜いています。いかがでしょうか？大きく音が変わるわけではないので分かりにくかったと思います。ただ、トレイマウント特有のネジ止めしている部分だけ音が変わってしまう現象がなくなって、より一貫性のある打鍵音になっています。
打鍵感も適度に柔らかくなっていていい感じです。というわけで今回はキースナップの紹介でした。個人的にトレイマウントはあまり好きではないので、キースナップのおかげでケースの選択肢が増えました。ガスケットマウントのケースでもキースナップを使用すれば専用のプレートなしで固定できる場合もあるので、本当に色々便利だなと思います。取り付けが不可能な場合もありますが、かなり安価なので、何か買うついでにワンセット買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。欠点は入手性の悪さですね。日本からだと基本ジオン公式かタオバオでの購入になるかと思います。アリエクスプレスでも購入可能ですが、かなり割高なのでおすすめはできません。国内のショップの取り扱いに期待したいです。それではご視聴ありがとうございました。